いやずっとライブしたいなとは思ってたんですけど、まあみんなできないじゃないですか。だからその間にやっぱこう人ってなんかこう夢中になってるものから離れるともうその熱が上がらないとかねあると思うんですよ。だからガゼットのファンもねそのライブをずっとやらないことによって離れていっちゃうんじゃないかなとか、ちょっとそういう心配とかは実際ありました。それでもやっぱみんななんかすごい待っててくれてるんだなっていう感覚があったので、なんかこうずっと諦めずに希望を持って今日まで頑張ることができたっていう感じはありますね。この一本一本をコンスタントなテンション感というか、そういう風にしようって思ったのもまあこれがあったからだし、多分こういう状況じゃなければそう思ってなかったと思うんですよね。だからやっぱ大きい出来事ではありましたよね、バンドにとっても。そのライブできない期間っていうのを経てのライブだから。やっぱりこうコロナを経てるので取り戻したい気持ちっていうのは結構強いと思うので、ただそのナインスと同じようなことをやりたいとかそういうわけではなく、やっぱりブラッシュアップしてないとダメだろうなっていう、取り戻しつつこうやっぱり新しい景色っていうのをファンにも見てもらいたいし、いろんな境遇に立たされて、なんかさらにこう内側を見つめるっていうんですかね。なんかバンドっていうぼやっとしたっていうよりも本当自分とか人生とか、そこにバンドがいて、でどういう役割でこう成り立っているのか、もうなんか全てですね。どんどんどんドゥン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 
ダンダンダンドンドンドン
で、でも俺らは「てててて」とか何を変えれば良くなるのかとか、だからより深く触れない部分とかにも触れたりとか、今までの自分たちっていうのをもう一回見つめ直して、良かった部分とか良くなかった部分とかももう見つめ直すきっかけにもなったし、それがこうなんだろうな、ずっとナインスの流れのままずっとここまで来てたらやっぱりそういう機会もなかっただろうし、ナインスの時以上にリハから結構みんなで話したりして、ステージ作りもそうですけど、今みたいな感じでいい今の常に倍だった4倍になる4倍本当に今までの流れを一度壊して新たに構築した部分もたくさんあるので、一度まっさらな状態というかにしてる部分もあるので、ね、さすがにツアー始まる頃にはさ、もう声出していいのかなとは思ってたんだけど、まだちょっとねダメみたいだから、またねこのツアーもねどうなったかわかんないけどさ、しばらくそうやって拍手で俺らもさ、コール&レスポンスのお前らとのこと掛け合いするのすごい大好きだからさ、できないのやっぱ寂しいけどさ、その代わりできることってあるじゃん。俺らは満足に体があるよな、落とすために頭もあるよな、それを使ってこうとされてもやれるかやれるかやれるかもう慣れてきてはいるんですけど、それもうそういうもんだと思って、でもなんかすごくポジティブだなと思うのは、多分これ以上になるっていうところだけはあるから、だから今そういう規制の中でやってるのにこれだけできてるっていうことはなんか幸いだなと思いますよ。声が出せないっていう前提はもうあるので、そういうものは考えて候補曲とかも出しましたし、でもやってることはあまり変わらない気はしますけどね、今できる環境の中で楽しいライブはできてるんじゃないかなと、お互いに。とにかく拍手で送ってくれるから、その声が聞こえないデメリットをそんなに感じなくツアー回れてるんですけど、その前まではまずライブができるだけで御の字みたいなところがあったんですけど、やっぱツアー回っていくとどんどん欲が出てきて、今度は声が聞きたい。だからまたその声が出してもね、いい状況になるツアーを回れたらいいなと思いますけど。ビジュアル系なんでね、何歳とか合ってないようなもんなんでね、あんま関係ないんですけど、これからもね末永くお付き合いください。ありがとうございます。じゃあ一つ今日ここでみんなに約束してもらって、俺の生まれた日に死んでください。はい、いきます。
はい、おめでとうございます、生田さん。やれるのか、福岡。ごめんごめん、そうだ。入り方だって考えてねえや。どうやって入ろう、どうやって入ろう。ちげえ、煽っても入れないし、なんかつるっと入ってくれるから、ごめん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 。これがライブですよ。びっくりしちゃったもんね。まあいつか入るんだろうなと思ったら、まあ入んないんだろうなと思って、入ったと思ったら止まるからね。シンさん。よし、行くぞ。もう一回まで福岡。上がってこうぜ。ミュージックスタート。豪華なケーキだねこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。小生のためにありがとうございます。そうですね。楽しめていますね。でもやっぱこうしないとバンドっつうのはやっぱこう成長していかないんだろうなっていうのが強いというか、ナインスとかの時の方が定まるのが早かったせいか、すぐ完成形が見えちゃった分この先どうしようって伸びしろがないっていう風に考えちゃったんですけど、今のツアーは逆にちょっと結構どれが正解だろうって探ってる感じというか、ライブ自体はね全然問題なく、これも一つのあり方なんですけど、なんかもっとぴったりくるものが出てくるのかなこの先っていう感じだから、結構曲順とかはどんどんこう日ごとに変えれる。今はどっちかというとその演出よりも要は曲だったりそのノリだったりっていうのを、いかにこう先導できるかっていう流れと、いかにスッと入ってくるかっていう部分を中心的に考えてますからね。ライブが非現実の中で作ってたので、こうなったらいいなっていう想像が大きかったような気がする。アルバムっていうものでやったらもうそれは完成形なんですけど、ファンのノリだったりっていうのがこう重なってちゃんとこう一曲になるっていうか、こういう曲だっていうのが染みついていくっていうか。出来上がってからツアーとかライブをやるまでに期間があるので、その想像はやっぱ膨らんで、そういういろんなシミュレートとかこういうツアーにしたいとか、ああやっていきたいっていう練れる時間っていうのは存分にあったと思うので、まあ、それはかなり意味があったというか、それがあったからこそ今こうやってできてる部分もあるので、
やりやすいですよ。マスは使い勝手いいと思いますね。なんか同じコンセプトではないけど、その今までやってきたガゼットから遠くないから望む姿勢というか、この環境だから出来上がったアルバムであって、ああいう中で出来上がったアルバムをまたこういうものを引きずった今のこの中で消化していくっていうのが、もしかしたらこうマスをやっていく上では必然なのかもしれないなとは思いますね。今までってもう本当リリースして1ヶ月後とかツアーやったりとかしてたんですけど、まだこの曲が体に入ってないよっていうファンもたくさんいたんですよね。今回初日からなんか新曲じゃないかのような、感じがあったんで、それはやっぱメリットなのかもしれないですね。今まで以上にその一本一本をこの 100% 自分を出したっていう感覚がすごいあります。いや、今までのツアーも一生懸命やってたんですけど、なんかもっと一曲一曲に体力をこう注ぎ込むっていうか、もう次の曲弾けないかもしれないっていうぐらい使うエネルギーを、これは久しぶりのツアーだからなのか、こうちょっと熱くなる自分を止めれないっていうか。最近体力ゼロまで使っちゃうから動けないですね。いや、もう体力を温存しないで使っちゃうといや、マスがやりやすいっていうのもあるとは思うんですけど、多分この3年間全国ツアーできなかった反動もあると思う。今まではこう見た目は熱く中は冷静にっていうモットーでずっとやってたんですよ。それがね、抑えらんないよ。中も熱くなっちゃう。なんかちょっとベースっぽいっていうんですかね。なんかちょっとローすぎるっていうか。ちなみに今どうです？これ許容ぐらいですけど。はい。ついでにちょっとモニター今言っていいですか？ちょっとボトムとギターの感じがかけ離れてるんで、下の方はすごいライブなんだけど、ギターはタイトだからめちゃくちゃ気持ち悪いですね。本番はおそらくリズム見えなくなります。で、問題の所在が分かっているので、もうそういう仲間にもっと影響ないものにやっぱり戻るかなと思います。スピーカー。はい。影響があるもんなの？いや、やっぱり影響あると思います。次もうこれで同じ体制であって良くなることは絶対ないと思うんですよ。なんでもうツアーの途中なんですけど、もう残りのもそうしたいなと思ってるんです。ガゼットってイヤモニじゃないですか、イヤモニだけど会場から跳ね返ってくる音、感じ取りながらやってるじゃないですか。その跳ね返ってくる外音の感じがちょっと違和感があると。他のバンド以上にそこら辺を感じ取って演奏している、そこら辺がすごいシビアで、このシステムで外とそのメンバーに返ってくる音を両方はコントロール無理だなってところでツアー途中にしてシステムを変更した。ここまでシビアにそこも含めての温存感みたいなを求められることはほぼないんじゃないですか。
何があ、気づいてた？気づいてます。聞こえてます。あ、なんだ。今のよかったよ。エロかった。エロかった。うん。叩けちゃったからね。クリスマスのチキンみたいな。あんまいい例えじゃない。02ってちょっとコンセプトを持ってやるライブにしようと思ってるんですね、でそれはどういうコンセプトかっていうと「マス」っていうアルバムが10枚目なんですよ、で過去のアルバムと掛け合わせたツアーを02でやりたいんですね、言ってしまうと工業莫大なんですねこの日じゃないんですよ。全部のアルバムやる。全部のアルバムから5曲ぐらい全部選んでってるんで、セットリストもその場所によってマスの曲は基準にあるんですけど、その今裏切るベロとかこうトゥーオブアカインドとかってあの辺あるじゃないですか、あの辺の曲が全部ガラッと毎回変わる感じなんですよ。今のマスがどんだけ洗練されたアルバムだったのかっていうのを過去のアルバムと組み合わせることによってなんかまあお互いが引き立つと思うんで、まあここは頑張ってやるしかないかなっていう。いつも02やるときって01との変化やっぱ求めるんで、ファンもやっぱ求めると思うし、まあ、しかも今回10枚目なんでね、過去のアルバム振り返るのもまあちょうどいいかなっていう。やっぱ02はハードでしたよ、内容がハードだったから気負いすぎちゃって手が震えるとかフレーズが飛ぶとかっていう場面もやっぱりあって、特に間の部分とかって結構ねすごいストレスになるし緊張でね、余裕はやっぱなかったっすよね正直。まあでもすごいいい経験になりましたね。でサークル終わりのバーバリアンは確認するね、葵君はディレイループが鳴ってるだろうなっていうのを予想して音切っても楽器チェンジしてもらう。でその時にディレイループしてる音の伸びてる状態で楽器チェンジがしてる2人は。俺だけ？そう止まってるのは俺だけいい。でディレイループが切れるタイミングは俺のカウントと同時に切れるので、一応それ亀ちゃんは分かってる。
なのでそこで止まることだからチーンチーンダラチーンチーンで止まりますっていう OK ね、OK。いや本当は1日目からこれぐらい行きたかったんですよね。あの日おかしかったですね。ギターも一切弾いてなかったです。弾いてなかった。いつも弾いてるじゃないですか。もう一切弾かなかった。あの時ちょろっと弾いて。それ気持ち的に？多分注意力が散漫で。やっぱあるっすよね。その日のテンションでステージングが左右されるってことはやっぱり人間なのであって当然であるんですけど、それを極力小さくしたいなっていうのがまあ一つ自分のテーマでもあって、意気込めば意気込むほどやっぱトラブルとかの反動はやっぱでかくなってくるじゃないですか。その代わりちゃんと準備をするべき部分はしっかりやって臨む。じゃあ今日はウォーミングアップいいかなとかそういうんじゃなくて、それもしっかりやった上で毎回同じように臨むってことがやっぱり一つ大事なことかなって思うんですけどね。アンコールはビースとバーミー、ここはもうつながっていくので、ドラム終わったらすぐ合図を送ってバーミー行っちゃうので照明お願いします。消さないいや消します。消したら消してもうすぐに行っちゃうので、わかりました。なんかもう自分自身どんどんいろんなところに関わっていきたいっていう気持ちは強く持つようになりましたね。昔からなんかこう誰かが知らないとか誰かだけ知ってるとかそういうのはなくそうともいう意識はあって、いつもだったらここまでメンバー関与しないような場所だったりっていうのも知っていこうというか、スタッフとコミュニケーションもとってメンバーの思ってることもしっかり伝え、ズレのないように。電飾のやつってあれ枠って決まってたんだっけ？決まってました。なんかそういう枠を作ったんだ。作りました。作らないと電飾が周りにつかない。これはなんかいろんなことを知っていきたいというか、手出さないと何も進まないんで、だからその失敗することもあると思うんですよ。こう手出したことによってギクシャクしちゃったとかきっとあるかもしれないですし、それは手出したから初めて分かったことで、自分の欠点っていうのも結構分かってて、結構こうまっすぐになっちゃうタイプのところがあるので、でもそこはしっかりメンバーも見てくれてるので、何かあったらすぐ言ってくれるし。僕がこれが鳴る時にこれが流れます。はい。例えばスタッフ間と話をしてる時も、自分が納得できないものに関してメンバーに下ろすことができない。やっぱりそこに関して自分も納得のいく形まで話を詰めた状態のものをメンバーに言って、それに対してメンバーからも意見きますよね。そう俺はこういうふうに思ったんだよねって、そこで話ができないと成立しないですよね。だからそこは結構意識してるかもしれないですね。Stop!
2023年3月より、ライブハウスツアーを2022年本当にありがとうございました。緊張すんな。なんで？なんで？もうマースもだってファイナルに近づいてきてるわけじゃないですか。もうあと数本ですよ、数本でマスが終わってしまうわけじゃないですか。01のあたりとかっていうのはまだ作り上げてる段階なので、なんかこう自分の中でもこう少しこうなんていうの完成品の型があったとしたらいろいろ試行錯誤はめようとしてるっていうのがありますけど、今それ言えないというか、もう試せる期間は終わったんで、もうこれっていうものを見せつけつつ、これファイナル行くしかないなっていう風に思わせなきゃいけない時期、完成というか、やっぱそこを見せないとやっぱいけないっていう、こうプレッシャーというかあるじゃないですか。そういうことか。行き着いた先というか、それ誰も見てないけど誰に見せるいや違う、いいじゃんって誰かが見てるとかじゃなくて自分の中での自分の中での納得妙に納得した誰にも求められてはいないけど。いやそれは違う、それは言い過ぎです。それは言い過ぎです。一人や二人いますよ。いる人がいる。
耳外してやった方がバランスいいぐらいあ、でもそれ大丈夫ですか？はい。いや今日わかるんじゃないですかね。今日のその声出しライブでどうなのかっていうの。今日が声出しライブできてよかったですよ。本当にツアーファイナルにして。最初始まりはもうどういうツアーになるのかわからないところからスタートしてよかったですよかったです。こちらの商品不良品以外返品交付されませんのでご了承ください。ありがとうございます。です。よろしくお願いします。あとそのラストソングのお願いします。頭のオープニングは特に変わりはないです。杉本さんから鍵穴があって、始まります。で、ローリンからナインスは楽器チェンジがあるんですけど、ドラムスタートで音切って楽器チェンジって形でいます。ナインスオートスメルはケツ締めます。お箸で締める。以上です。お願いします。お願いします。キッコココんだよね。あ、そう。ビーストでしょ。俺のビースト。いつでも。動画だろ。全然わかんない。はい、鍵穴入れますね。はい。はい、では杉本さん、鍵穴お願いします。はい、送るんで。はい。